あかん、小豆バー売り切れてた。いやいやいや、小豆バー好きっていうイメージを植え付けようと思って、で、最終的に、鍋さんっていう名前じゃなくて、小豆バーっていう名前に変えていこうかな。あ、いいね、いいね。いいのかよ。それいいよ。そう思って。あっちー。一箇所だけ空いてたもんでさ、何売り切れてんだろうと思ったら小豆バーだった。意外と売れてんだな。意外に売れてる。結構なくなるもん。いやいや、この辺田舎だからさ、年寄りが買うんだと思うよ。熱いよ意外でな、この味。でも40年経ってるけどね。これ以上は出ませんっつって。もう勘弁してっていうぐらいにエンジンが値を上げてたよな。そうそう。熱いよ熱い。これなんでね、ちなみにこれがさ、ちょうど俺と高校生の時に出たの。で、途中でなくなってまた出てきたんだけど、これ食べると、なんか30年前、3、40年前に戻ってきた。ダメなんだ、思い出ばっかり食ってちゃダメ。よみがえるな、この味。そうだよね。そうだね。でもよくこれで逆に入れたねっつって思うけど。硬いなって硬いに決まってんすよ。止めたじゃん。そしたらピクリと動かねえ。これいい？ちょっとつまみ。そうなの。これは入れるの大変だわ、確かに。だってスプリングもさ、プラスチックも残ってるじゃん。俺が言ったのは、鉄板を避けてから入れないといけないから大変だなっつって思っただけ。一番問題はあれだよね。目だよね。年取る。イライラしてくるじゃん。見えなくなる。そう、わかるわかる。結局はほんと目だなと思って。本当はスッとやりたいんだけど、わかる。で、視力の弊害でね、イライラしてくる。結局、目だよね。ずっと回りっぱなしじゃないの？わからん。どういう基準で切れるのかがわからん。説明書見れ。説明書なんか、最近のさ、こういうさ、輸入物のさ、電化製品って説明書ついてないでよ。ネットで見てくださいだからさ。ネットで見るのなんてめんどくさいじゃん。意味不明な言葉で言うちゃった。いいじゃん。あ、逆だった。つけた、できたと思って反対に見てたりさ。わかる。ショックだよな。わかる。コックが内側向いちゃってるよ。2箇所やり直した。日本のバイクばっか触ってるとさ、基本何でも1決めありそうだけどさ、コックないよね。1決めがしっかりしてて、はまれば位置が出るって感じするけど。硬っ。天才、俺ももっと見えなくなっていくのかな。これでもさ、どんな思いで作ったのかね、このバイク。難しい。外してみれば外してみるほど、こういう形にする熱意はあるけど、そこまでの熱意を持って作らなければならなかった理由ってどこにあったんだって思っちゃうね。逆に面白いっていう。そういうの聞いてみたいよな。
当時どういういきさつがあったのか。そうですね。これはどういうふうに、どういうあれで作ったんですか。だってかなり頑張ってるよね。当時で言えばさ、やっぱマルチが最先端だもんでさ、これが売れるっていうのはあれだけどさ、どうしても2気筒で出さなければならなかったっていうところがさ、すげえなと思うけど。そこのこだわりが。そう、そこのこだわりが。いえ、ベースがなかっただけです。やっぱ V のさ、こういうツインってさ、難しかったよね、もともとはね。その長すぎだもんね、エンジンがね。そうそう、頭がね。それにしても面白いけど。見れば見る苦心の末にできた力作って感じ。でもどう見てもこれをカスタムしようっていう気にはならないの。すごいよく仕上がってるよね、カスタムバイク。おしゃれなのが。いくらかっこよく作ってあったとしても、やっぱあの当時はマルチ買うよね。やっぱ最先端な感じしたもんな。ひどかったもんだな、シングルだとかツインのエンジンのレベルが。それはどういうこと？振動とかそういうこと？いろんな敵がスムーズじゃないじゃん。わかる。俺も白老病になるかと思ってる。短気筒乗ってて全開で走ろうと思ったらもうジーンってして降りた後なんか降りてなんか触ろうと思うとあれ掴んでる感覚ねえなっつって。本当にね、耐久やってるとね、感覚なくなっちゃう。なくなるよね。白老病っていうかなるよね。チェーンソーをずっと握ってるみたいな感じだよね。それを考えて今の短気筒すごいよね。あんなに綺麗に軽く回るなんて。あんなの信じられねえじゃん。そう。昔で言えば。言えば40年経ってるけどね。いつの話してるっていうことにもなる、ね。40年経ってもこんなに変わるもんだよね。受け手側が変わってないだけでさ。作る側の進化はそれだけしてるから。最初の頃ここ来た時にさ、あれ言ってたよね。何だったっけ、 TZ か TZR のフレームになんかああいう YZ とかの250の短気筒のエンジン乗せて走ったら面白いじゃないかって言ってたよね。そのぐらいよく回るエンジンになってたってことだよね。そういうことだよね。そうだよね。昔のちょっと古い感覚はもう捨てないと今ついていけないんだよ。そう自分たちがどんどん置いてかれてるからね。綺麗に回るもんでなんか力がないような感じがしちゃうぐらい綺麗に回るよね。そうだけど実際走らせたら速いもんで、そうよくできてるよね。そう昔の方が荒々しかったんでパワー出てる感があったけどしかも回したらもうこれ以上は出ませんっつってもう勘弁してっていうぐらいにエンジンが音を上げてたよな。そうもう無理、回りません。そう今のやつ乗るとさ大丈夫かなこんなに回ってっつって思っちゃう。そこまででもいいよってそうその先で壊れるんじゃないかっつって思っちゃうよね。その心理的なあれだよ。そう戦いだよ。そうめっちゃいいじゃん。かけて試さなくていい？かけてじゃあかけてみていい？あれこれチョークいかないとダメ？いい、大丈夫。あ、チョークついてるよ。リザーブになってるから微妙じゃん。
小学校の時近くの教習所で使ってた CBX400F でさ、俺は免許取る時 CBX だと思ってたけどさ、そんなに長い間 CBX 使うわけにないんだよね。小学校の時は全然そんな気がつかないでもそのつもりでずっといてさ、気がついたら CBR に変わっててさ、うわ CBX じゃなくなったよっつってで実際免許取りに行く時さ VFR だってさ、で CBR でもねえじゃんっつって思ってだけど VFR で免許取るときになんか車体を起こす練習するやつさ CBX だったもんでさ、今思えばさCBX もさそのめっちゃ高いのになってた思うけどさ、普通にガシャンって倒してガシャンって落としてさ教習所の CBX さ、今思えばさそんな無茶なことしてたっつって思うけどさ、サビサビボロボロになってさ、もう倒して起こす用のバイクになってたけど CBX。こんな話誰にもしたことないけどさ、そうやって考えると俺もちっちゃい時からめっちゃ好きだったよね、バイクで。めっちゃはっきり覚えてるよ、そういう小学校の時のさ、教習所のさ、CBX が走ってる風景とかさ、全然覚えてるよ。っていうことは、その時はさ、無意識なんだけどさ、じーっと見ててる小学生だったんだよね。つって。バイク乗ってる人だけでこうやってそうだけどさ、本人はさじーっと見るつもりも何にもさ、そんな気がついてなくて見てるからさ、全くそんなつもりではないんだけどさ、今考えて覚えてるってことはこうブーンっつって走ってる風景覚えてるってことはさ、俺じーっと見てたんだなっつって思うね今。でもバイクとしての完成度はもう圧倒的に VFR の方がいいけどね。なんか V 型4気筒って悪くないんだけど、その V 型4気筒の評価ってあんまりあれだよね。もちろんなんかホンダの RC30 とかそういうのはさあれだけど、一般的にはなんか V 型4気筒ってやっぱバイク V 型4気筒だよねみたいな人って聞いたことないもんね時は早かったじゃん。何がV4 で低い音で最高速伸びてくるの腹立ってしまうなんかさ、もう音聞いててもさ、なんかフラットにさどこまでも伸びてくような感じの音だよね。低い音でそう、もうパラヨンのヤマ FZ なんかうわーそうって歌ってるじゃん。ドドドドドわかる。じゃあ口で表現できないみたいな。バカにされてるみたいなと思うみんな言ってたよね、そこね。わかる。ちょっと低い感じがするもんでね。なんかさっき言った短気筒と一緒でさ、なんかいっぱいで走ってますっていう感じしないのに速いっていう。そうあれみんななんか変な腹立たしさを覚えてたあれで速いんだよな。うちで速かったね。そう。V4 とそうでもそれで考えるとこの V の2気筒と V の4気筒って結構面白いねんなと思うけど。これだけは食わないと悔いが残るだろ。マジで